ケンジさん、今回のレポート、海外メーカーの卓球台とボールの相性に関する包括的分析報告ですが、市場規模の予測が本当に驚異的ですね。本当だね。データホライゾンリサーチの最新報告によると、2024年時点で約12億ドルの市場が、2033年には24億ドルにまで倍増する予測なんだ。年平均成長率も 7.4% と非常に高い水準で推移している。単なるレジャー用品の話ではなく、プロ競技における機材の高度な専門家が背景にあるんですね。特にボールが台に衝突した瞬間の相性を科学するシステム論への転換が大きなテーマです。まさに2014年にセルロイド製からプラスチックボールへ完全に移行したことが最大の転換点だったと言える。素材が変わったことで、ボールの弾性や回転の保持力だけでなく、天板の表面塗装との相互作用が劇的に変わったんだ。レポートの序論でも、メーカーの開発競争が単体製品の性能から台とボールを組み合わせた最適化システムへとシフトしたと鋭く指摘されています。このエグゼクティブサマリー、まずは全体像をしっかり掴んでおきたいね。次はその戦略的な背景をさらに詳しく深掘りしていきましょう。はい。このレポートは単なる機材紹介にとどまらず、物理学的な視点から卓球の進化を捉え直しています。そうだね。ボールの回転が台の摩擦によってどう変換されるのか、そのメカニズムを理解することが現代卓球を勝ち抜くための必須条件になっているんだ。視聴者の皆様からも海外製の台とボールの違和感について多くのコメントをいただいていました。その疑問に答えるための渾身の調査結果というわけですね。期待していい内容だよ。さあ、この壮大な物語の幕開けだ。サマリーの続きだけど、主要メーカーの動向も非常に興味深い内容になっているね。上海冷蔵式やスティガ、ヨーラといった世界的なブランドがそれぞれの物理思想に基づいて独自の相性を提示しているんだ。はい。リサイクル ABS 素材の採用や AI を搭載したスマートテーブルの開発といった最新の潮流もレポートの大きなトピックとして取り上げられています。摩擦係数や反発係数の複雑な相互作用が現代の卓球における勝敗を分ける決定的な要因になっていると言っても過言ではないね。システム論的な視点が不可欠なんだ。レポートの副題にもある通り、メーカーやベテランプレイヤーが教えてくれない真実がここには凝縮されています。視聴者様からのコメントをきっかけにさらに徹底的に調べてみた結果がこの報告書なんですよね。現場の感覚と科学的なデータが融合した非常に価値のある内容だ。この後のパートでは各メーカーの歴史や具体的な技術、そして日本選手が直面する壁について原点に当たりながら詳しく解説していこう。はい、楽しみです。まずは世界シェアのトップを走り続ける中国の巨人、上海冷蔵式の覇権から見ていきましょう。彼らがどのようにしてデファクトスタンダードを築いたのか、その戦略の全貌を明らかにしていきたい。技術的な優位性だけなく、政治的経済的な背景も絡み合っているのがこの業界の面白いところですよね。そうだね。単なるスポーツ用品メーカーの枠を超えた巨大なエコシステムの話になる。それでは具体的な章の議論に入っていきましょう。第1章、まずは上海高層スキ、通称 DHS についてです。1959年の創設以来、中国の国家的な卓球強化体制と密接に連携して成長してきました。1961年の北京世界選手権以来、オリンピックや世界選手権の公式サプライヤーとして君臨し続けているのはまさに圧倒的だよね。ワールドテーブルテニス WTT との独占的なパートナーシップも戦略的に非常に強力です。最新の W1000 卓球台は脚部が三角形の安定構造になっていて、さらに LED スクリーンまで内蔵されているんですよ。リアルタイムの試合統計やリプレイを表示できるなんて、まさに次世代の卓球台だ。ボール製造においても世界最大の生産能力を誇っていて、UK 名 ABS ボールの D40 プラスは事実上の世界標準といえる。レポートにある通り、競技基準の策定者としての地位を完全に確立していますね。中国の強さを支えるインフラそのものと言ってもいいかもしれません。 DHS の機材を理解することは世界の卓球を理解することに直結するね。彼らの製品開発は常に中国ナショナルチームのフィードバックを最優先にしているそうです。だからこそ中国選手のプレースタイルに最適化された極めて攻撃的な機材が生まれるわけだ。世界中の選手がこの中国基準にどう対応するかが近年の国際大会のメインテーマになっています。次は北欧の合理性を象徴するスティガスポーツについて詳しく見ていきましょう。スティガは1932年創業のスウェーデンのレシショブランドだね。
卓球機材の大量生産を世界で初めて開始したメーカーの一つとして知られている。北欧らしい合理的な設計が特徴ですよね。製品資料にあるプレミアムコンパクトシリーズは設営効率が本当に驚異的なんです。独自の1モーション開閉機構を採用していて、商業グレードのピストンによってスムーズにかつ安全に設営できるんだ。ITTF 公認の 25mm 圧天板を備えながら、この効率性は素晴らしい。高品質でありながら競争力のある価格設定を維持しているため、世界中のクラブや公共施設で最も広く普及しているブランドでもあります。プロからアマチュアまで幅広い層に支持される理由がよくわかるね。北欧の職人魂と工業化のバランスが絶妙なんだ。スティガの台はその耐久性でも定評がありますよね。何十年も使われている台をヨーロッパのクラブでよく見かけます。メンテナンス性も考慮された設計だから長く愛用されるんだろうね。また木材の選定にもこだわりがあり、天板の打球感には独特の柔らかさがあると言われています。その柔らかさがボールの回転をしっかりと受け止める感覚を生むのかもしれない。信頼のブランドですね。続いてはドイツの職人技から始まり、現在は北米市場のマーケティングで成功を収めているヨーラについてお話ししましょう。ヨーラは1952年にドイツで設立されましたが、2018年にアメリカの企業に買収されて経営拠点を米国に移したんですよね。そうなんだ。それ以来北米市場でのマーケティングがさらに強化された印象がある。競技用の最高峰モデル 3000SC プロから家庭用で圧倒的なシェアを誇るインサイドシリーズまでラインナップが非常に充実している。レポートによると1996年から2004年までオリンピック3大会連続で公式卓球台に採用された輝かしい実績もあります。ドイツの伝統的な職人技とアメリカのダイナミックなマーケティング手法が融合したことで、ブランドとしての魅力がさらに高まったと言えるね。プロ競技の現場でもレジャーの場でもヨーラのロゴを見かけない日はありません。特にアメリカでは卓球をソーシャルなスポーツとして再定義する動きの中心にヨーラがいる気がする。スタイリッシュなデザインの製品も増えていて、若い層へのアピールも上手ですよね。伝統を守りつつ常に新しい市場を開拓する姿勢は他のメーカーにとっても刺激になっているはずだ。グローバルブランドとしての地位を確固たるものにしているね。次は屋外用卓球台という独自のカテゴリーを極めたフランスのコニオールです。コニオールは1946年創業のフランスメーカーだね。卓球台の歴史において屋外、つまり全天候型というカテゴリーを確立した先駆者だ。天板に HPL 高圧ラミネート樹脂を採用していて、雨や雪、さらには強い日光にさらされても変質しない驚異的な耐久性を誇ります。反射を最大10倍も抑えるマットップコーティング技術も屋外でのプレー環境を劇的に改善している独自の強みだよね。16箇所のロックポイントを持つ安全システム DSI など、フランスらしい緻密な工学的アプローチが随所に見られます。単なる外用の台ではなく、屋内競技用に匹敵するバウンド性能を屋外で実現している点がコニオールの凄さなんだ。最近ではデザイン性の高い家庭用のアウトドアテーブルも人気ですよね。庭に置いてもインテリアとして映えるような。ライフスタイルの中に卓球を溶け込ませるフランスらしい美学を感じるね。耐久性と美しさの両立、これは公共スペースでの普及にも大きく貢献しています。次はヨーロッパの品質志向を極めコントロールの追求を掲げるドイツのティバーについて見ていこう。ティバーは1969年にドイツで設立されました。トップ選手との密接な連携による品質重視の製品開発が最大の強みです。特にスマッシュ 28R に代表される 28mm の極厚天板は他のメーカーにはない大きな特徴だよね。はい、製品解析によると、この極厚 MDF 天板によってエネルギー損失を最小化し、台の前面で極めて均一な反発を実現しているそうです。バウンドの安定性はプロ選手にとって生命線だから、ヨーロッパのプロリーグで高い信頼を得ているのも納得だ。WTT のグローバル機材パートナーとしても存在感をますます強めているね。コントロール性能を極限まで追求する姿勢が多くのシリアスなプレイヤーを引きつけています。サムソノフ選手など多くのレジェンドたちがティバーの機材を愛用してきた歴史もブランドの信頼性を裏付けている。派手さよりも実質を重んじるドイツメーカーらしい質実剛健なイメージがあります。さてここからは第2章、ボールの材料工学について、有形形と無形形の物理的性能の差に迫っていこうか。ボールの構造がどれほどプレーに影響を与えるのか、じっくり解説します。プラスチックボールへの移行後、製造方法による物理的性能の差が非常に顕著になったよね。大きく分けて有形目と無形目の2つの構造がある。有形目は2つの半球を精密に接合して作られます。
その継ぎ目が背骨のような役割を果たし、硬い打球感と安定した回転反応を生むのが特徴です。DHS やスティガ、バタフライなどがこの方式ですね。一方で、継ぎ目のない抜け目ボールは、伸球度が高くて重心の偏りが少ないというメリットがある。ただ、ワンチューキンプレイの分析データによると、表面の噛み合わせが弱いため、スピン性能がユーケメより約 4.5% 低下するという指摘もあるんだ。反発力が強く、バウンドが速い傾向にあるのも抜け目の特徴ですね。どちらがいいというより、プレースタイルとの相性が重要になります。ユーケメは回転を重視するドライブ主戦型に、抜け目はスピードを重視する前陣速攻型に好まれる傾向があるかもしれない。製造工程のわずかな違いがトップレベルでは勝敗を分ける大きな差になるんですね。素材の特性を理解することが現代卓球の第一歩だね。次は最新の環境対応素材、リサイクル ABS ボールの衝撃について見てみよう。DHS が発表した RS40 プラスは、リサイクル ABS を 65% も使用した世界初の公式試合球として大きな注目を集めています。家庭用電化製品などから回収されたプラスチックを再利用しているんだよね。環境への配慮はもちろんだけど、競技用としての性能はどうなんだろう。テストに参加したトップ選手からは、バージン材を使用した従来のボールと同等のバウンド性能だと高く評価されています。さらにスピンがわずかに増えることでコントロール性が向上したという声もあるんですよ。それは驚きだね。環境に優しいだけでなく、性能面でも進化している可能性がある。韓国のレクーム社もリサイクル素材のボールを開発しているし、卓球界全体でサスティナビリティへの意識が高まっている。 ITTF のプラネットゲームプラン2030に向けた動きが機材の面からも着実に進んでいるんですね。将来的に全ての公式球がリサイクル素材になる日も近いかもしれない。スポーツを通じて地球環境を守る素晴らしい取り組みですよね。次は第3章、卓球台のエンジニアリング。天板の厚さと特殊コーティングの秘密に迫ります。台の表面で何が起きているのか、科学の目線で解き明かしましょう。卓球台の天板の厚み、一般的には 22mm から 25mm が標準だけど、このわずかな差がバウンドの質を大きく左右するんだ。はい、ヨーラの 3000SC プロやスティガのプレミアムコンパクトなどは 25mm 厚の天板を採用し、プロ競技に不可欠なパーフェクトなバウンドを提供しています。一方でティバーのスマッシュ 28R のように 28mm という極厚天板を採用する例もある。厚みが増すことでエネルギーの吸収が抑えられ、より均一で力強い反発が得られるんだね。逆にコニオールの全天候型モデルでは、わずか 9mm の樹脂ラミネート天板で屋内用に匹敵する性能を実現しています。高密度な HPL 素材を使うことで薄さと高性能を両立させているんだ。素材工学の進化が卓球台の常識を塗り替えていると言えるね。天板の厚みは音の響きにも影響しますよね。そうだね。厚い天板ほど打球音が低く重厚になる傾向がある。それが選手の安心感につながることもあるんだ。次はプレーの視認性と打球感に直結する反射防止と摩擦制御のテクノロジーについて深掘りしましょう。卓球台の表面塗装は単なる色付けではありません。ヨーラの 3000SC プロは特殊なポリエステル塗装によって超高速表面を実現しているんです。コニオールのマットトップやソフトマット技術もすごいよね。太陽光の反射を3倍から10倍も抑えることで、屋外でもボールがはっきりと見えるように工夫されている。プラスチックボール時代になってからは、台表面との摩擦はセルロイド時代より最大 70% も増加したという分析データもあります。摩擦が大きくなった分、ボールが台を蹴る力が強まったんだね。この摩擦の制御こそが現代卓球の戦術を組み立てる上での鍵になっている。メーカー各社はボールの素材変化に合わせて天板の摩擦係数をミリ単位で調整しているんですね。最近の WTT の台は色が非常に鮮やかですが、あれも視認性と反射防止の高度なバランスの上に成り立っている。選手が眩しさを感じず、かつ観客やカメラにとっても美しい究極のバランスですね。まさに目に見えない科学の戦いだ。次は第4章、いよいよ本題の台とボールの相性というシステム論的な考察に入っていきましょう。ボールが台に衝突する際のエネルギーの戻り具合、つまり反発係数 COR の設定に各メーカーの哲学が色濃く反映されているんだね。はい、例えば DHS のシステムは非常に高い反発係数を持っていて、ボールのエネルギーをロスなく跳ね返します。これによって台上での電光石火の攻撃が可能になるんです。まさに中国スタイルの高速卓球を支える設計だね。一方でティバーのシステムは意図的に COR をやや低めに設定しているという分析がある。
それによって打球にためが生まれ、中陣でのラリーの安定性が増すんですね。ジューラプライムのようなスピン性能の高いボールと組み合わせることで、その進化が発揮されます。プレースタイルによって最適な台とボールの組み合わせが異なるというわけだ。自分の得意なラリー展開に持ち込みやすい機材環境を知ることは戦術の一部と言えますね。トップ選手が特定のメーカーの台を打ちやすいとか打ちにくいと感じるのは、この COR の微妙な違いを敏感に察知しているからなんだ。単回の性能だけを見ていては本当のパフォーマンスは引き出せないということですね。次は同摩擦係数 COF とスピンの変換についてさらに詳しく見ていこう。プラスチックボールは台表面との摩擦が非常に大きくなっています。この同摩擦係数 COF の制御がスピンの質を決定づけます。特にトップスピンをかけた時のキック、つまりボールが台を蹴って前方へ鋭く跳ね立つ現象だね。ヨーラの台はこの摩擦を最適化し、キックを強化する設計になっている。一方で無き締めボールは有き締めよりも台上で滑るスリップする傾向があるというデータもあります。摩擦の低い天板と無き締めボールを組み合わせると、スピンの変化が予測しにくくなるフロート現象が発生しやすくなるんだ。相手にとって非常に取りにくい嫌なボールになるわけですね。逆に摩擦の高い台で無き締めボールを使うと、急にボールが止まるような感覚になることもある。この滑りと止まりのギャップをどう利用するかが現代の頭脳戦ですね。機材の組み合わせ次第でボールの軌道が魔法のように変わる。これがシステム論の面白さだね。次は第5章、業界の裏側、メーカーやベテランプレイヤーが教えてくれない真実に迫ります。少しショッキングな内容も含まれるかもしれないけど、真実を知ることは上達への近道だよ。ここからは卓球業界のタブーともいえる真実について話そうか。まずはブランドロゴと製造工場の乖離、つまり OEM の実態だ。はい。驚くべきことにスティガやヨーラ、ドニック、ティバーといった有名ブランドのプラスチックボールの多くは自社工場ではなく中国の DHS やダブルフィッシュの工場で製造されているんです。いわゆるクローン商品だね。ブランド間の性能差よりも実は各ブランドが指定する品質管理レベルや製造ロットによる個体差の方が大きいのが業界の常識なんだ。特定のブランドにこだわっていても中身は同じ工場のラインで作られたものだったということが多々あるわけですね。もちろんブランドごとに独自の検品基準を設けてはいるけれど、基本的な物理特性は共通していることが多い。ユーザーとしては高いお金を払ってブランド品を買っているつもりでも実は中身は同じだったりする。賢い消費者になるためにはロゴの裏側にある製造背景を知ることも大切だね。情報の透明性が求められる時代になってきましたね。次はボールの重量増加が戦術に与えている深刻なインパクトについてお話ししましょう。WTT などの国際大会で採用される最新の DHS ボールは平均重量が 2.9g と従来の 2.7g からわずかに増加しているんです。たった 0.2g の差だけど物理的な影響は甚大だ。重量が増すと慣性が大きくなりスピンの減衰が早まる傾向があるんだよね。レポートでは回転の変化で勝負するカットマンにとってこれは死刑宣告に近いとまで表現されています。ボールが沈まず相手に攻撃のチャンスを与えやすくなってしまうんです。パワーのある選手にとっては打ちやすくなる一方で、繊細なタッチや変化を武器にする選手には逆風だね。現代卓球がますますパワーゲーム化している背景にはこのボールの重量増も関係している。回転がかかりにくい分力で押し切るプレーが有利になるわけですね。特に女子選手の間でも以前より力強いスイングが求められるようになっている。物理的な変化が戦術のトレンドを強制的に書き換えているんですね。機材の変化を無視して勝つことはできないという厳しい現実だね。次は卓球台の寿命と意外と知られていない湿度の罠について解説します。卓球台の寿命についても衝撃的な事実がレポートに記されているね。特に木製の MDF 天板にとって湿度は最大の敵なんだ。はい。湿度が 60% を超えると天板が微細な膨張を起こし、反発特性が永久に変化、つまり劣化してしまうんです。一度湿気を吸って膨張してしまうと乾燥させても元の反発係数には戻らない。外見がどれだけ綺麗に見えても空調管理が不十分な環境にある台はメーカーが設計した初期の性能をすでに失っていることが多いんだ。学校の体育館や湿度の高い地域にある卓球場では特に注意が必要ですね。梅雨の時期などは除湿機をフル稼働させないと台がどんどんダメになってしまう。プロの試合会場が厳密に温度湿度管理されているのは単に選手の快適性のためだけではなく、機材の性能を一定に保つためでもあるんだね。
天板の死は目に見えにくいからこそ恐ろしい。メンテナンスと環境管理の重要性が改めて浮き彫りになります。次は第6章、日本選手が国際試合で直面する機材調整の壁について見ていこう。日本のトップ選手が世界で戦う際、まず直面するのが国内標準と世界標準のギャップです。日本国内の標準は 3A の台に2タックのボールですよね。対して WTT などの国際舞台は DHS の台に DHS のボールが主流だ。2タックのボールは表面が比較的粗く、スピンの伸びや沈みが鋭く現れるのが特徴だけど、 DHS はとにかく重くて硬い。選手の中には DHS のボールを打つ感触を石を打っているようだと表現する人もいるくらいです。台のバウンドも 3A はスピンに忠実で視認性が高いけど、 DHS は反発が強くて飛び出しが速い。さらに派手な LED スクリーンの反射が距離感を狂わせる要因にもなるんだ。この機材の違いに短期間で適応できるかどうかが勝敗を分ける大きなポイントになります。日本国内での練習環境と世界の試合会場のギャップ、これをどう埋めるかが課題でね。ナショナルチームの合宿所などではあえて海外製の台を導入して対策しているそうですが、それでも現地の空気感や湿度の違いまで再現するのは難しい。次は具体的な技術的調整、スイングやタッチの変化について深掘りしていきましょう。DHS のボールと台の組み合わせに適応するために、選手たちは具体的にどんな調整をしているんだろう。まず DHS のボールは沈みにくいため、スイングをより前に振り抜く力を強める必要があります。あるいは弧線を意識的に高くつけるような調整も求められますね。台の上でも予想以上にボールが跳ねるから、ラケット角度をより繊細に制御してバウンドを殺すようなタッチの習熟が不可欠になるんだね。さらに会場の派手な照明や LED スクリーンの光が天板に反射する中で、ボールを正確に捉える集中力も試されます。物理的な打球感だけでなく、視覚的なノイズへの対応も含まれるわけだ。まさに心身技体の全てを機材に合わせてチューニングしていく作業だね。練習では完璧でも本番の機材環境で狂いが生じる。その微調整の能力こそが真のトップ選手の証かもしれません。一球ごとに感覚を修正していく極限の集中力が求められるんだね。次は第7章、卓球産業の未来展望、サスティナビリティとデジタルトランスフォーメーションについて見てみよう。卓球産業の未来についても非常に興味深い動きがあります。 ITTF のプラネットゲームプラン2030では、2027年から環境負荷を評価する ITTF グリーンラベルが導入される予定です。メーカーはリサイクル材の含有率や製造時の CO2 排出量の開示を求められるようになるんだね。環境への配慮が機材選びの新しい基準になる。さらにデジタルトランスフォーメーション DX も加速しています。 AI センサーを搭載したスマート卓球台は打球の軌跡や速度をリアルタイムで解析できるんです。トレーニングの標準ツールとして普及すれば、指導のあり方も劇的に変わるだろうね。科学的なデータに基づいたより効率的な強化が可能になる。審判の判定補助にも AI が活用され始めていますし、卓球はどんどんハイテクなスポーツになっています。サステナビリティとテクノロジー、この2つがこれからの卓球界を牽引していく大きな柱になりそうだ。伝統を守りつつ未来へと進化し続ける卓球、その最前線に私たちはいるんですね。最後はこれまでの議論を総括し、システム論としての卓球の未来をまとめましょう。全20パートを通じて海外メーカーの卓球台とボールの相性について深く掘り下げてきたけど、本当に奥が深い世界だね。はい。単一の機材のスペックを追うのではなく、ボールと台が衝突するその瞬間に生じるシステムを理解すること、これこそが現代の卓球において最も重要な視点です。メーカーそれぞれの哲学、素材の絶え間ない進化、そして地球環境への配慮、これらすべてが複雑に絡み合って一つのプレーが生まれているんだね。レポートの出典や膨大な技術資料が示す通り、このシステム論的なアプローチこそが次世代の卓球を形作っていく確かな指針になるはずです。これからも機材の進化、そして卓球というスポーツの進化から目が離せないね。美咲さん、素晴らしい解説をありがとうございました。こちらこそありがとうございました。この対談が皆さんの卓球ライフをより豊かにするヒントになれば嬉しいです。それではまたどこかでお会いしましょう。さよなら。さよなら。